はい、今回は配線整理について話をしたいと思います。パソコンやガジェットが好きな人ほど苦労するのが配線。電子機器が増えるほどに配線の手間も増えるし、配線を隠してしまえば今度は使いづらくなるという悪循環。特にデスク周りは周辺機器も多く、その入れ替えも激しいわけで、配線を考えておかないとどんどん使い勝手も悪くなってしまいますからね。そんな配線だらけの日常で残念ながら我が家は賃貸住宅。壁に加工はできないし、意味不明な間取りで苦しめられることもしばしば。テレビ周りやルーター周り、パソコンデスク、スタンディングデスクに撮影デスクと、配線に苦しみながら無駄にお金と時間も費やしてきましたので、ここに我が家の配線ルール、まとめておきたいと思います。はい、それではまず配線整理の話をする前に、何のために配線するのかってのをちょっと考えてみたいと思う。配線って隠すってイメージがあると思うんですけれども、これって汚い配線を隠すことで綺麗に見えるよっていうパターンが多い。配線を二度と使わないものとして蓋をする。配線整理というよりも配線隠し。まあ本当に二度と使わないならこれでも良いとは思うのですけど、いじる可能性がある場所でこれをやってしまうと後ですんげー面倒なことになるんですよね。むやみに配線を隠せばより使いづらくなってしまうということ。ケーブルは絡まり、掃除もしなくなり、ホコリも溜まる。電源ケーブルは通電する都合、発熱もするから、ごちゃごちゃに絡まった状態で蓋をするってのも気持ち悪いし、そもそも見えてなければケーブルは抜き差しもできませんからね。配線は見える方が使いやすく、配線の管理もしやすくなるということ。どちらかといえば配線は露出すべきというのが悩みたどり着いた私の結論です。時代の移り変わりが激しい IT 業界。使うデバイスが変われば配線も変更するということ。電化製品が好きだからこそ配線の苦労があるわけで、配線をきれいにしたいって思ってる人ほど配線は頻繁に変更するとも思っています。そして配線をまとめすぎれば、後に融通も効かなくなるので、なるべく束ねないってのも私の理想です。そもそも配線を隠すつもりなら配線は束ねる必要もないし、ケーブルが揃ってれば隠すのは簡単。束ねない方が配線はわかりやすく、ケーブルの取り回しもしやすくなりますからね。結局のところ配線も収納だってこと。わかりやすくするために配線を陳列したりもしたいわけで、配線を見たくないっていう人とはちょっと違うんです。そうです、めんどくさいんです私。というわけで今回は束ねて隠すという配線方法ではなく、隠さず束ねないを理想としたどちらかというと使うことを意識した配線方法となります。ガッチガチに見せないっていう思考の人とはちょっと話は合いませんし、生活感のない感じをお求めの人はごめんなさい。私はミニマリストではないし、どちらかというと物欲溢れるマキシマリストですからね。あと、いわゆる配線グッズも私は使わなくなりました。正直、配線グッズは買いまくってきたんですけれども、あれって隠すことに特化した商品ばかりで、なんだかんだ不便で割高ですからね。配線グッズにお金を使うなら、電子機器を買い替えたいとも思うのですよ。まあ偉そうなことを言ってる割にまだまだ改良できる余地はあるとも思ってますし、私の考える配線インテリアを受け入れられない人もいるでしょう。ちょっと気持ち悪いことももちろん理解してますので、ここ気持ち悪いよってところを教えていただければ聞き流しますし、良い配線アイデアがあればぜひともコメントで教えていただけると嬉しいです。こっからは配線で押さえるべきポイント、配線が上手くなるコツに始まり、実際に我が家で使いまくっている配線アイテムのご紹介、そしてそれらを駆使した我が家の配線事例まで恥ずかしげもなく披露しています。概要欄には目次も作ってありますので、ごちゃごちゃうるせえなってところはすっ飛ばして、お好きなところから見ていっていただけると幸いです。というわけで行ってみましょい。はい、それでは上手に配線するコツから話をしたいと思います。配線グッズを買ってもうまく配線できない理由って、配線で押さえるべきポイントをガン無視しているから。配線のコツさえ押さえてしまえば、今日からあなたも配線大魔人。配線グッズという配線にしか使えない商品とおさらばできることも間違いないでしょう。ということで、まず一つ目の配線のコツは、ケーブルの向きを揃えること。非常に簡単なことのようで当たり前にこれが難しいのです。一般家庭で我々を悩ませるケーブルって何なのかって言ったら、その大半が電源ケーブル。電化製品に必ずあるのが電源であり、配線整理で悩むべきケーブルも9割がこの電源から出る紐。配線イコール電源をどう引っ張ってくるかって話と言っても過言ではないのです。電源ケーブルは機械とコンセントをつなぐコード。はい、ここまではいいですよね。
電源が出る場所と入る場所の2箇所しかないのに、線がぐちゃぐちゃになってしまうのは、この出る場所から入る場所の向き、方向が揃ってないから。というわけで、真っ先に考えるべきなのが、配線をまとめるよりも、まずは機械を置く場所、電源を取る場所を考えることなのです。具体的には、電子機器を1箇所にまとめておく。そして、それらの電源を同じ場所から取ってくる。この2つさえ意識すれば良いのです。電子機器の置く場所が増えるなら、電源が取れる場所も増やせば良い。電源ケーブルの方向が統一されるだけでだいぶスッキリ見えるから。賃貸住宅においてコンセントの場所は非常に限られるので、最重要となるのが電源を増設するアイテム。そうなんです。配線グッズで一番お金をかけるべきは電源タップ、延長コード、USB 充電器といった電源アイテムなのです。特に電源タップは思ってる3倍ぐらいは用意しておいた方が良いですね。電源タップのコンセントは使い切ったらパニック。余裕のある充電ステーションが複数あることで無理せず対応できるようにもなる。ケーブルがデスクを横断してケーブルが邪魔になることもないし、ケーブルが引っかかってスマホを落としたり、ケーブルがブチ切れたりするリスクも避けられるんです。また、電源が取れる場所が増えることで電力も分散できるし、電力負荷だけでなく物理的な負荷、電源タップやケーブルの重量も分散できる。ケーブルやアダプタも塵も積もって結構重くなりますからね。引っ張られて苦しそうなケーブルも私はあんまり見たくもないのです。また、ケーブルが出る向きを揃えるだけでも見た目はだいぶスッキリするので、プラグと AC アダプタを挿す方向は意識して、ケーブル方向が同じなら勝手に揃って見た目も楽に整うから。電源タップでコンセント方向が異なる場合、配線の方向を揃えるのに非常に有効なのがコンセント向きを変えられるアイテム。L 字型プラグやローリングタップ。これも多めにあると助かります。L 字型のコンセントタップは縦と横で商品が違いますが、ローリングタップは縦横の両方に対応できます。ローリングタップの方が厚みがあるので、ちょっとごっつい分厚いコンセントにも使えるのです。ケーブルが太くて L 字タップが薄いと根元まで刺さらず危険ですからね。こういった場合はローリングタップを使いましょう。ついでにコンセントを増やしたいなら、小スペースの電源タップとかもありだと思います。で、L 字タップを使うことでどれぐらい見た目が変わるのか。四方に飛び交う配線に L 字タップを取り付けると、見た目もスッキリ、小スペースに設置できるようになりました。これほんとケーブルを後ろ側に向けただけですからね。あと、L 字タップを使うことで AC アダプタの小スペース化もできるようになる。コンセント間隔が狭い電源タップで全てのコンセントを使うって非常に難しいんですけれども、L 字タップを使うことで AC アダプタも2個3個とさせるようになったりもする。コンセントからの出っ張りがなくなれば、プラグも緩みにくくなり、結果、プラグの隙間ができず、ホコリもたまらなくなるので、トラッキング火災も防げます。壁に挿してるコンセントの向きを変えるだけで、だいぶ見た目も良くなりますからね。出っ張りが気になるといえば、同じく邪魔な USB 充電器。デバイス前に純正アダプタを使ってたら、コンセントがいくらあっても足らないので、USB ポートが多い充電器に変えた方が良いでしょう。充電できる USB ポート数が多ければ、配線もスッキリ。USB ケーブルも揃えれば見た目も美しくなるのです。こういったタイプの USB 充電器って横向きに設置しがちなんですけど、縦向き固定することで配線が壁沿いになり、配線の向きも下になるので手前側のスペースも有効活用できるようになります。貼って剥がせる両面テープを使えばどこでも気軽に貼り付けられる。私は横向きに置く場合も基本的に貼り付けまくり。動くとケーブル差しづらいし、天板に貼り付ければ下のスペースも有効活用できるようになる。USB ケーブルの方向を揃える方法としては、L 字の USB ケーブルを使う方法もあるんですけれども、私はこれの必要性をあんまり感じていません。あくまで私の場合ですが、USB ケーブルって抜き差しして使うことが多いんですよね。L 字ケーブルにすることでケーブルが抜きづらくなっちゃう。スリムな L 字ほど使いづらいんです。そんな私が L 字ケーブルを使ってるのがあんまり抜き差ししないところ。パソコンに常時接続する入力デバイス。例えばキーボードとか左手デバイス。あとはカメラの給電用に使ってるくらいですね。液晶画面を反転しても L 字だと干渉しづらくなるんですけれども、買ってしまった都合を無理して使ってるのは否めません。やっぱり抜きづらくなるからね。ちなみに常時給電が必要なデバイスで USB 電源を使うなら、複数ポートの USB 充電器を使うのはおすすめしません。パワーデリバリー対応の急速充電器ってやつですね。これ抜き差しするたびに給電が一時的に遮断されるから使い勝手が悪くなってしまいます。USB ライトとか USB スピーカーとか USB ファンとか電気が遮断されて困るものには使わない方が良い。USB パワーデリバリーって良いことばかりでもないんですよね。
ボルテージネゴシエーションの最適化により、ポート内に電力供給能力も異なっており、使うポート数でも電力が変わってしまったりもする。この複雑な仕組みからうまくパワーデリバリーが機能しなくなり、充電されないという不具合も発生しがち。1個だけ充電できなかったりとかしてません？というわけで、私は外ではシングルポートの USB 充電器を使う派。旅先の限られた時間で充電できないってなると、マジでパニックになるし、ホテル、空港、飛行機と意外とコンセントの差し込み口って小さいんですよね。アダプタは大きいほどに外れやすくもなるし、そもそもコンセントにさせないと充電できませんからね。旅行用に買った薄型充電器。薄いのはいいんだけど、差し込み口が広くて使える場所が少ないという落とし穴。これ別にスリムだから使ってるわけではなくって、直角方向に給電できることに気づいたから仕方なく家で使ってる感じ。巡り巡って家で使うってパターンは USB 充電器にはありがちだとも思います。はい。続いて配線のコツ2つ目。電源ケーブルの形状を揃えることで配線が綺麗に見えるようになります。電子機器を置く場所も同じジャンルで揃えることで付属するケーブルも揃いがち。ケーブルやデバイスを揃えることにより統一感が勝手に出る。見えていても形状や色が揃っていればごちゃごちゃしない。これは配線だけの話でもなく収納の鉄則。形状を揃えるということで、ケーブルの色や電源アダプタの色を揃えるというのも楽にできる方法ですね。先ほどの L 字タップやローリングタップも、どちらも白黒あるので色味を揃えればなおよし。ケーブルの色が統一できなければケーブルを塗装してみたり、マスキングテープでアダプタを黒くしてみたり、ここまでする必要はないのだけど、これだけでだいぶ印象が変わるのは事実。背景に合わせてケーブルの色を揃えればケーブルも目立たなくなりますからね。ケーブルを揃えるということでやりがちなのがケーブルの長さ自体を変えてしまうこと。短いケーブルに交換してしまうこと。正直これはリスクが大きいので私ならやりません。ケーブルは短いよりも長い方が融通が利くし、ケーブルの長さは見えない部分で調整も可能ですからね。その場所に最適化したケーブルを用意することで、デバイスを移動したくなった時に移動できなくなってしまうし、交換した純正ケーブルを捨てるのかって言ったら私には無理。そのケーブルを保管する手間も生まれてしまうわけです。もちろん新たにケーブルを購入する費用もバカになりませんからね。繰り返しますが、電子機器は入れ替えが激しいもの。配線は抜き差しするだけでなく設置する場所も変わることが多いのです。二度と動かさないつもりで私は何度も入れ替えをしている。本当、人生って何が起こるかわからないですからね。はい、続いて配線のコツ3つ目。ケーブル同士はなるべく束ねないでください。配線整理をし始めると何でもかんでも束ねたくなるのですが、ケーブルは束ねるほどに使いづらくなるというのは先ほど申し上げた通り。ケーブルを束ねるのは最終手段だということ。特にケーブルを他のケーブルと束ねることは避けてほしい。ケーブル同士を束ねることで2つのケーブルが固定されてしまい、長さの微調整ができなくなるし、どちらかのケーブルに負荷もかかってしまいます。ケーブルを束ねるのは主に長さ調節をするため、同じ1本のケーブル同士で束ねるのです。ケーブルの長さが揃えば見た目は美しくなり、ケーブルに余分な長さがないだけで絡まりづらくもなる。繰り返しますが、見えない部分は配線を束ねる必要もなく、配線を隠すのもケーブルが揃っていれば簡単なのです。ケーブルを固定するのはケーブル以外の場所。壁やデスク足といった動かない場所、見えない場所にちょっと引っ掛けたり吊るしたり、なんなら置いておくだけでも良いのです。そしてケーブルを固定する際はなるべく動きが出るように、余裕のないギチギチ配線はかわいそう。なるべくふわっと優しくしてほしいのです。見た目のためにケーブル同士を束ねたい場合でもケーブル全体を覆う必要はありません。ケーブルが束になっていればその時点で見た目は許容できるはず。ケーブルスリーブ、熱収縮チューブ、フラットモール、ケーブル全部覆ったるぞっていうアイテムは使う手間が尋常じゃないし、これをほどくのも大変になるわけで、本当に覆い尽くす必要があるのかってのは3回ぐらい疑ってください。マジックテープという最高にシンプルで格安な超画期的なアイテムもあるのですから。私の経験上、頻繁に使うケーブルほど束ねたらダメだし、よく使うケーブルほど使う位置が頻繁に変わります。USB ケーブルの規格なんて超頻繁に変わるし、時代遅れのケーブルを使い続けるのかって言ったらガジェットが好きな人ほど耐えられないとも思う。ケーブル交換したらまた束ねるのかって考えるだけでももうめんどくさいですからね。はい、続いて配線のコツ4つ目。電源タップを高い位置に置いてください。整理整頓で定番の浮かせる技術。ケーブルやコードが床につかないだけでホコリも溜まりづらくなり掃除もしやすくなる。とりあえず電源タップは床に置いちゃダメ。床にケーブルがなくなることでロボット掃除機も困らないし、見える高さに持ってくることで電源も抜き差ししやすくなるのです。
また、電源タップを浮かせることで、ケーブルも下に垂れ下がれ、配線もしやすくなる。ケーブルってまっすぐじゃないから絡まるわけで、下に引っ張られる力で勝手にケーブルも伸びるのです。ニュートンさんが見つけた万有引力の法則。そうです。地球には重力があるんです。というわけで、電源タップだけでなく、電子機器も浮かせられるものは浮かせた方が良い。例えば ONU やルーターはネジ用の取り付け穴がついている商品が多く、これは別にネジじゃなくても引っかかるから賃貸住宅の壁でも引っ掛けられたりもするのです。この辺のところは後で説明しますが、私はピンで固定している。パソコン本体をデスクに固定する商品もあるし、ディスプレイにはモニターアームもあるし、ノートパソコンもこのアームに固定できるし、モニターアームに Mac mini を固定したりもできる。ベソマウントってやつ。ラブリコやスタンドバーといった賃貸の壁に取り付けるアイテムもたくさんあるし、モニターアームを壁面固定するのも面白い。テレビ用アームを壁面固定して照明機器を浮かせたりもしてみたり。まあ棚さえあれば何でも置けるようになるので、専用商品がないなら棚ごと浮かすっていう力技。賃貸だからって諦めない心さえあれば何だってやり方はあるはずなのでした。はい。というわけで、この配線棚というのが配線のコツ5つ目になります。配線する場所には必ずケーブルの置き場を用意してください。ケーブル置き場といっても配線専用の商品、ケーブルオーガナイザー的なアイテムを用意する必要はありません。むしろ本当に配線をオーガナイズしたいなら、蓋やカバーがない丸見えラックを選ぶべき。ケーブルボックス、ケーブルトレイ、ケーブルホルダーといった隠す棚ではなく、ただ配線を置くためだけの棚を増やしてほしいのです。デスクの上やデスクの下、デスク裏にちょっとした棚を増やして、他の収納と同じように配線も整理して並べたい。特にガジェットの入れ替えが激しいデスク周りでは、この見える棚が非常に有効。配線を棚に束ねず並べて置いておくだけで、どのケーブルを抜けばよいのか簡単に判断もつくようになる。どの配線だかわからないから配線ラベルをつける。そんなことももうしなくて良いのです。配線ラベルってあることで見た目も悪くなるし、このビラビラにケーブルやホコリも引っかかりがち。注意事項のテープも見た目悪くて劣化するんで、できればこれも撤去したい。でですよ、どうやって棚を増やすのかというと、私が便利だと思ったのがデスク下にキーボード収納を作るアイテム。両サイドをデスクにクランプ固定するだけで引き出せる棚ができるので、配線をきれいに並べたまま出し入れすることもできる。本来は手前側に設置するのをデスク裏側に設置するだけ。デスクにクランプ固定する卓上ラックとかもデスク下側に反転固定すれば見えすぎない位置に配線ラックも作れる。これは皆さんご存知の IKEA のバッテンカール。IKEA の商品は鉄板ですね。余ったモニターアームを反転固定して棚を作っても良いし、もちろんデスク裏の壁面に棚を作っても良いでしょう。デスク裏やテレビの裏なら、ディスプレイやテレビ自体が配線隠しパネルとなるので、正直配線ごちゃごちゃのままでも見えなくできる。わざわざ配線ボックスで蓋をする必要もないってわけです。テレビ裏に棚を作っても良いのですが、もっと簡単にテレビ裏に棚を作れるアイテムもある。棚をベサ固定する仕組みなので、私はパソコンデスクでも使ったり、ディスプレイ裏に棚なんていくらあっても良いですからね。ディスプレイの上にコントローラーやリモコンを置いたり、スピーカーを置いたり、ダクトレールを取り付けて間接照明を設置してみたり、他にも賃貸住宅の壁面に棚を作るアイテムってたくさんあって、例えば山崎実業のタワーシリーズ浮かせるトレイ棚や無印良品の壁に付けられる家具棚といったお手軽商品もあるし、どちらも結局のところ石膏ボード用のピンを使って棚を固定するという仕組み。棚受けとピンがあれば似たようなものも簡単に作れるのです。石膏ボード用のピンも棚受けも100円均一のセリアで売ってましたし、ピンをネジ代わりに使っているだけと理解できれば壁面ラックも簡単にできたりもする。まさにその商品が平安振動工業さんのラブリコシェルフフレームです。シェルフフレームスクエアに似たような商品もセリアで売ってるのでした。パッと見はわからないけど値段は10倍ぐらい違って2倍ぐらいは質感が違いますので、見えるとこで使うならなるべくラブリコを使いたい。ピンよりもより頑丈にネジ固定したいなら、ラブリコのアジャスターやディアウォールという DIY アイテムもあるからね。賃貸でも好みの場所に棚は作り放題できるってことで、適当な場所に棚を作りがちなんですけれども、こういった配線棚は頭より高い位置に置くことで目に入りづらくすることも可能です。別に隠してはないのだけども見えないってやつ。特に通信機器を設置するのにおすすめです。
光回線の ONU、モデム、無線ルーター、電話機の親機といった無線機器は高い位置に設置した方が遮蔽物もなくなり通信も安定する。そしてこれら通信機器は配線難易度が高いから整理しないで見えなくするという割り切った考えでもいいんじゃないかとも思ってる。棚幅を狭くすればルーバー的な仕組みで目隠しとなる。真横からは丸見えだけど、下からは見えなくなるという天才的発想。もちろんこれは蓋はしないけど汚いものは見えないっていう配線方法なので、むしろ配線をガン見せポロリンチョしたいなら、メッシュパネルを使ったワイヤーラックという方法もある。横置きではなく縦方向に吊るして並べればその配線の流れも一目瞭然。気持ち悪い。引っ掛ける場所さえあればメッシュパネルは壁掛けできるし、引っ掛ける場所がなくとも引っ掛ける場所を作るのは簡単。石膏ボード用ピンでフックを固定しても良いし、突っ張り棒で固定したりも可能。ワイヤーネットは結束バンドで固定できるし、大型の金具を使えばよりしっかりと固定もできますので、ワイヤーラックの良いところは自由自在にレイアウトを変更できるところ。ワイヤーバスケットを追加すれば電子機器やガジェット小物も入れられるし、S 字フックも引っ掛けられるし、アイアン素材で磁石もくっつく。針金、結束バンド、マジックテープとくくり付け固定もできるのです。ただ最大の難点はその見た目。残念ながら我が家では不評だったため今では使っていません。ワイヤーラックってどうしてもチープなイメージがありますからね。使いやすいのは間違いないんだけど、どうしても見た目は犠牲になる。100円均一で全て揃ってしまうのはメリットでもありデメリットでもあるのでした。はい、続いて配線のコツ6つ目。なるべくケーブルを無線化してください。配線方法って言っといてこんなことを言うのは元も子もありませんが、全ての電子機器はできる限り無線化すること。今の時代、ワイヤレス給電やワイヤレス通信といった無線接続ばかり。思っていた以上に時代は進化しているので、思ってるよりもケーブルはなくせるようにもなっています。自宅で無線 LAN ルーターを使っているなら、データ転送は無線で OK。PC 周辺機器も Wi-Fi 対応は当たり前。周辺機器だからといって、すでに PC の周辺に置く必要はないのです。プリンターもスキャナーも電源さえ取れればどこにでも設置可能。電源ケーブルだけ気にすれば良いなら配線の難易度も一気に下がる。データ保存も外付けハードディスクや SSD ではなく NAS サーバーを使ってみたり、複数のパソコンや複数のユーザーで共有する場合も便利だし、Mac でも Windows でもスマホでもデバイス関係なくデータアクセスできるのも素晴らしい。自前で NAS サーバーを用意すれば、Dropbox や Google ドライブといったクラウドストレージに依存しすぎることもなくなるし、サブスクって思っているよりも高額。特に iCloud は一回使い始めたら最後、抜け出しづらい仕組みなんで気をつけてください。Apple 信者っぽい雰囲気の私ですが、iCloud は無料でしか使ってないからね。地上波のテレビも自宅に録画サーバーがあれば無線化できる。全録ハードディスクレコーダーのレグザタイムシフトマシンとかパナソニックの D ガを用意しても良いけど、格安なのは NASNE、レックオンといった DLNA 対応のハードディスクレコーダー。スマホや Fire TV や Chromecast でも DTCP-IP 対応のアプリで視聴可能となる。トルネモバイルとか Dixim Play とかですね。録画機だけアンテナにつないでおけば良い。そもそもテレビチューナー付きのいわゆるテレビってなくても困らない時代。スマホやタブレットだけでなく Fire TV や Chromecast でも TVer アプリで民放テレビは視聴可能。無料で見逃し配信もしまくってるから、すでに録画機までもいらないって思ってる人も多いでしょう。ストリーミングデバイスがあるなら再生機までも自宅に置く必要がないし、パソコンだってリモート操作できるから、パソコンゲームやるのにゲーミング PC をリビングに置く必要もなかったり、Fire TV が Xbox ゲームパスに対応になっちゃったんでゲーム機もいらんのよ。これがゲームストリーミングってやつですね。まあ一人一台スマホを持ってる時代、わざわざテレビも所有するのかってのもあるし、皆さんスマホを持ってるからこそ何より重要なのがスマホの充電ケーブル。繰り返し使いまくる充電器を無線化することで生活の質は向上する。ワイヤレス充電のマグセーフとチー充電ですね。マグセーフはチー対応デバイスでも使用できるように設計されているので、マグセーフ充電器さえあればスマホは大体充電できる。対応ケースを使えば Android スマホでもマグセーフに吸着充電が可能へ。Google Pixel に Samsung Galaxy も地規格のワイヤレス充電には対応してるし、今では AirPods もマグセーフに対応してますからね。マグセーフって高額だけど確実に充電できるし、このマグネット吸着ってのが便利すぎて、ほんと使うと手放せなくなる。同じくマグネット充電ではマグネット脱着式の USB ケーブルもありますが、これは思ったよりも使い道が制限されるのであんまりおすすめはしません。特にスマホで使うのは不向きだと感じています。これ使っちゃうとこれ以外のケーブルでは充電できなくなるし、
接続部分がマグネットで吸着する仕組みなので、つけたまま外に持っていくと、鉄粉とか砂鉄とか予期せぬ鉄ゴミもくっついちゃうから何気に危険。防水スマホを使ってる場合も、これのせいで防水じゃなくなっちゃうってのも痛い。お風呂で使えなくなるし、やっぱり通電部分が剥き出しってのは劣化したら怖いでしょう。家と外で切り替えて使おうかとも思ったんですけど、挿す方の USB が小さすぎて、これ外すのが大変なんですよね。スマホケースをつけてるとほんと取り外しがしづらい。まあ、磁力で脱着できるって便利には便利なんで、最終的に家でしか使わないデバイスで使うっちゃ使ってます。室内専用で使っている iPad とかスマホとか、やっぱり iPad ですね。外したケーブルも磁力で貼り付けておけるのは便利だとも思います。まあ無線化ってなんだかんだでお金がかかるんですけれども、無線化することで見た目がスッキリするってだけでなく、電子機器の取り回しもしやすくなります。ケーブルを気にしながら動かすストレスはなくなるし、コードが届かないから設置ができないってこともなくなる。何よりケーブルって思った以上に場所も使うから、ケーブルの数だけ設置スペース、収納スペースも必要となるわけで、無線化できればできるほど部屋は広くなるし、作業スペースが広いだけでハッピー。家賃に比べたらワイヤレス商品は格安。その価値も十分にあると思いたいのでした。はい、最後の配線のコツ。USB ケーブルは吊るして管理すると人生がだいぶ楽になります。配線って常に繋がれているケーブルだけでもないので、今使ってないケーブルの管理方法も非常に重要なんですよね。特に悩ましいのが頻繁に抜き差しをする USB ケーブルの置き場所と管理方法。私はこの USB ケーブルは全て吊り下げて見えるように収納しています。ケーブル収納というよりもケーブル陳列ですね。USB ケーブルを引っ掛けておくための商品っていっぱいあるんですけれども、ケーブルを引っ掛けるだけならいくらでも方法はあります。S 字フックや磁石にクリップ、虫ピンだっていいんです。まあこの辺の便利アイテムの使い方については後ほど詳しく説明したいと思うのですが、重要なのはなぜ吊り下げるのかってこと。吊り下げることで収納から取り出すアクションが一つ減るってだけでなく、ケーブルを外した時にもふと引っ掛ける場所があることでケーブルがどっかに行かず散らかりづらくなる。引っかかったり踏んづけたりキャスターに巻き込んだりもしなくなるのでケーブルが断線したり破損するリスクも低くなるのです。そしてケーブルが並べられることで所持するケーブルをしっかりと把握して管理できるようになります。引き出しやボックスに収納してしまうとどれがどれだかわからなくなるし、私の経験上 USB ケーブルは一度しまってしまうと二度と取り出しません。本当わからなくなるからね。USB ケーブルって見た目だけでは性能がわからないユーザビリティを無視したケーブル。とりあえずと思って蓋をしてしまえば性能も識別できなくなるのです。吊るすことで性能別や用途別に区別して並べられるし、ケーブルの並びでケーブルのスペックも思い出しやすくもなる。私の場合、使ってる場所で外して無意識にケーブルを散らかしていることも多いので、自分の行動パターンを学習して引っ掛ける場所を作ったりもしている。Mac の近くにはサンダーボルト、Windows や Android の近くには USB 3.1 Generation 2。もちろん若いあなたなら、ケーブルを見て瞬時に判断できるのかもしれませんが、私はファミコン世代ですからね。日々どこに何を置いたのか、さっきも昨日使った文房具を探して引き出しを開け閉めしているうちに全然別のことをしてたからね。日々の探す労力って意外と侮れず、ケーブルが増えればさらにこの労力は増え、混乱している時間も増えるということ。というわけで使わないケーブルは処分することも大事であり、使うケーブルを厳選することも非常に重要だと感じています。厳選することで日々の脳みそコストは抑えられる。ってだけでなく、ケーブルを吊り下げまくって気持ち悪いって言われることも避けられるのです。具体的な方法として有効なのが、Type-C ケーブルに一本化すること。先ほどのワイヤレス化で登場したマグセーフで、ライトニングケーブルはもう不要となっているし、USB-A ケーブルやマイクロ USB ケーブルは変換アダプターを使うことで、Type-C ケーブル1本で全て対応できるようになります。そして私の中で厳選したケーブルというのが、とにかく短い USB ケーブル。安心してください。絡まないですよってやつ。USB ケーブルって1メートル以上の長さがデフォルトなので、束ねずに吊り下げる場合は高い場所に引っ掛ける必要があるし、このケーブルってまっすぐになりづらいから、そのまま吊り下げるとぐねんぐねんしちゃって見た目も悪くなっちゃうんですよね。かといって束ねればそれはそれで見た目がどうなのよって言われちゃうので、とにかく短い USB ケーブルを多用するようになったのです。特に充電に使う USB ケーブルは短い方が扱いやすいです。短ければ絡まりようもなく、対象スペースで陳列でき、持ち運びするときもコンパクト。誰しもモバイルバッテリーくらいは持ってると思ってるし、マウスとかコントローラーの充電もモババに短いケーブル挿すっていうのが楽。動かせる電源と短いケーブルなら、配線のハの字も考える必要もない。それでもケーブルの長さが必要というなら、
巻き取り式のタイプ C ケーブルもあるじゃないですか。鉄板なのがオールテックの片引き巻き取り式ケーブル。ボディを固定することでコードを引っ張るだけで出したり収納したりできる革命アイテム。従来の両方巻き取り式は両方引っ張らないと使えませんでしたからね。パワーポートデリバリー 60W の急速充電に対応しており、データ通信も 480Mbps 対応。思ってた以上に使ってます。あと、ケーブルを処分するのがもったいないと思う私は、ケーブルを編み編みして短くして使ったりもしているんですけれども、まあこれはあんまり人に勧めるもんじゃないですね。絡まず探しやすいので、個人的にはとても気に入ってるんですけれども、束ねるリスクは自己責任で。いらなくなった USB ケーブルってなかなか捨てづらいんですけど、ただの紐と割り切って他の用途に使えば諦めもつきます。例えば Apple の純正ケーブルって劣化もしづらくて質感も良いので、バシバシロープワークしてみたり、革紐や麻紐、ガイロープ、パラコードではない一風変わった紐として、掃除用品を吊り下げたり、植物を吊り下げたり、ピクチャーレールのループワイヤー代わりにも使ってみたり、ガジェット部屋なら見た目の統一感が出るんじゃなかろうかってやってるんですけど、もちろん家族には不評です。ちなみに USB 以外のケーブルは使う頻度も少ないので、ファイルケースや収納ボックスに入れて管理しています。電源タップ、テレビのアンテナ線、LAN ケーブル、ディスプレイポートとか、使う頻度の少ないケーブルですね。ただ、この中で映像系のケーブル、特に HDMI ケーブルはちゃんと区別しないと USB ケーブルの二の舞になります。HDMI 規格も USB に次いで分かりづらい。最初はちゃんと HDMI ケーブルも分けて収納してたんですけど、結局吊り下げたままの方が分かりやすいからこんな感じになっちゃってます。解体したベッドフレームを突っ張り棒で固定しただけのラダーラック。結局こういうのが一番使いやすいのでした。はい、それではここからは配線整理で使うべき配線グッズについて。配線グッズといっても私は配線用に販売されている商品はほとんど使いません。いわゆる配線グッズって配線したい人向けに作られた需要も低いマイナー商品。一般消費者向けの商品に比べて高額になりがちであり、配線特化なので配線以外では使い道もありません。うまく使えなければむしろ散らかる要因にもなりかねないということ。もちろん理解した上で使うのであれば良いのですけれども、闇雲に使えばこの配線グッズ自体が邪魔になってしまうのです。配線グッズって配線のしやすさっていうよりもどちらかといえば配線のイメージを売ることに力も入れてますからね。実際に使ってみると思ってたんと違うってなりがち。何のためにその配線グッズを使うのか、その仕組みはどうなってるのか、どうして便利なのか、いずれもちょっとした工夫でうまいことを見せてるだけ。その仕組みを理解してしまえば他の商品でも代用できる。そう私は信じたいのです。実際配線グッズを紐解いてみると、配線を隠すか配線を固定するの2つのパターンに限られる。私はケーブルトレイやケーブルボックスといった隠す方の配線アイテムは一切使いませんし、ケーブルクリップやケーブルローラーといったケーブルを束ねたり固定するならやり方はいくらでもありますからね。他の商品で代用できれば安く済むし、なんなら家に転がってるものでできたりもする。Amazon でよく知らないノーブランド商品を買う前に、ちょっとブラッド100円ショップにも行ってみてほしいのです。というわけでここからは身近な商品でも配線してみようって話。配線整理で使うべきアイテムとその具体的な使い方について、まだまだ続きます。はい、それでは一つ目の配線アイテムは S 字フックです。配線に限らず吊り下げるって方法で一番手軽で格安なのが S 字フック。100円ショップでも小さいものから大きいものが一通り売ってるし、サイズや形、色味とデザインも選び放題できますからね。ちょっとした引っかかる場所に S 字フックをかけるだけなので、フックがかけられるならどこでもケーブルが吊り下げられるようになる。ワイヤーラック、ラダーラック、モニターアーム、カメラアームに引っ掛けたり、ベッドフレーム、デスクのアイアンポール、アイアンバーに引っ掛けたり。私がさっきからやっているのが、カーテンレールに S 字フックをかける方法。カーテンをブラインドに変えれば部屋も見た目もオフィスっぽくなるし、S 字フックをかけられるカーテンレール用のランナーも余りまくる。カーテンレール用のブラインドなら賃貸でも取り付けが可能。これがニトリ。これは IKEA のホップバルス。レールがあればフック固定はできるので、ダクトレールやピクチャーレールに吊り下げても良いし、どちらも賃貸で取り付けが可能。コンセットタイプのダクトレールは自由度も高く、デスク裏にダクトレールを吊り下げたり、先ほどのテレビ裏もこれ。引っ掛ける場所がないなら手軽なのが突っ張り棒。こちらも100円均一で売ってますし、強度が欲しいなら平安振動工業が間違いない。頭上に固定してみたり、賃貸にありがちなよくわからない狭い天井スペースも活用できたりもする。
デスク下に横向きで突っ張ってみたり、廊下の天井とかとも相性が良い。これはセリアで買った100円の突っ張り棒。突っ張り棒って縦方向に突っ張ればポールも作れるので、ポール固定用の吊り下げフックとかも使えるようにもなる。S 字フックと同じく100円均一で売ってたりもする。本来はアウトドア用品のランタンハンガーですね。キャンプでは皆さん必ず持ってるやつ。カメラも使う人ならクランプ固定という方法もある。クランプ自体がちょっとしたフックにもなるし、カメラアームをつけたり、スモールリグのポールを固定してみたり。カメラの固定方法を理解していれば、引っ掛ける場所なんていくらでも増やせますからね。4分の1インチネジで固定する、いわゆる三脚固定という方法。撮影機材を設置する人ほど、こういったクランプや変化ネジは余ってると思いますし、カメラが好きなほどに配線にも苦労する。カメラは配線どころじゃなく沼なんで、ほんと気をつけてください。はい、続いての配線アイテムはダブルクリップです。紙を挟んだら反転してかさばらなくなるという素晴らしいアイデアの文房具。このクリップは配線クリップとしても非常に便利に使えるのです。このダブルクリップという商品はアメリカ人のルイス・エドウィン・バルツレーさんが1910年に発明した商品。バインダークリップやフォルドバッククリップ、ターンクリップとも呼ばれ、日本だけでなく世界中のどこでも格安に手に入るから、知らないって人もいないはずだし、家にこのクリップがないって人も珍しいでしょう。私が提案したいのは、このダブルクリップをケーブルループとして使う方法。基本的にダブルクリップはスチール素材なので、磁石で強力に固定できるし、ワイヤーレバーもあるのでフックに引っ掛けて固定もできる。上向きに固定すれば USB ケーブル自体を引っ掛けたりもできるのです。このワイヤー部分は取り外しが可能なのでよりスッキリと配線することも可能。クリップのボディ部分は3つの平らな面で構成されているので磁石ならがっちりと固定できるし、両面テープを貼り付けたって良いとも思う。黒だけでなく白や銀といったカラーも選べるので、ケーブルやデスクと色味を揃えて目立ちづらくできるのも最高。大中小とクリップサイズも選べるので、様々なケーブルにも対応できる。ごついケーブルをまっすぐ壁に沿わせたり、見えなくするだけでなく、見える部分でもこれだけで見た目は全然違うよね。ぴったり挟むのではなく、緩みがある状態で固定できるのもいい。緩みがあることで固定してからケーブル位置の微調整も簡単。磁石と組み合わせれば引っ張られれば落ちるので、コードがブチ切れてしまうという心配もなくなるのです。特にスタンディングデスクを使っている人にとっては、これ以上ないという究極の配線クリップなんじゃないかなと。また、同じく配線クリップとして優秀なのが、くちばし状の金属をバネの力で挟む目玉クリップ。別の名をジャノメクリップ。こちらも遠い昔にヨーロッパで生まれたと言われる古の商品であり、またまた世界中どこでも安く手に入るし、こちらもあなたの家にきっとあるでしょう。目玉クリップはダブルクリップに比べて挟むのが楽であり、ケーブル自体を挟み込んでがっちり固定も可能だし、ダブルクリップのように動きのある配線にも対応できる。目玉の部分が輪っかになっているので、ピンや釘に引っ掛けたりもできるし、ネジのピッチと合わせれば、ネジ固定に対応した商品も浮かせられたりもする。ワイヤーラックにルーターを取り付けたり。これは目玉クリップにネジを通して挟み込んでるだけ。目玉クリップの難点は、掴む部分が大きいので、広げたり閉じたりしやすい反面かさばります。よって小スペースで見た目重視ならダブルクリップ。どちらかというとよく取り外す部分には目玉クリップを使ったり。いずれにせよどちらも激安なので試行錯誤してみてから考えるってんでも遅くはないでしょう。クリップと名の付くものは基本的に同じ仕組みなんで、網戸クリップやヘアクリップでケーブルを束ねても良い。いろんなクリップが100円ショップでは手に入ってしまいますからね。配線に使うからって配線クリップを使う必要はないってことなのでした。はい、続いての配線アイテムはネオジム磁石です。配線グッズといえば磁石の磁力を活用したマグネット製品が多いってことはなんとなく気づいてるはず。だったら自分で磁石を用意して磁力で固定できるようにすれば良いのです。マグネットの中で強力な永久磁力を誇るのがネオジム磁石であり、従来の黒いフェライト磁石よりもより頑丈に固定もできるし、ネオジム磁石も100円ショップで売っているのです。これはダイソーとセリアのネオジム磁石ですね。クリップ製品はスチール素材が多いので、磁石をくっつけるだけでマグネットクリップも一瞬で出来上がるってのがついさっきまでの話。ダブルクリップと目玉クリップね。磁石で固定するなら取り外しも簡単であり、やり直しが効かない粘着テープよりも心理的ハードルも低く、実際にやり直せるから試行錯誤もしまくれる。自分好みのクリップを使ったり、カスタマイズも想像次第。
クリップを連結すれば、それはもうすでにケーブルホルダー。ケーブルホルダーで売ってる商品って固定できるケーブル本数が決まっているものが多く、ケーブルサイズも一昔前の細いケーブルにしか対応してないものも多いんです。高性能な USB ケーブルほど太くなりがちなので、どれも使いづらいというよりも今となっては使えないのです。これ商品自体の評価はものすごい高いんで、多分私がおかしいんだとは思いますけどね。私のが太すぎるのかなって思って巻きつけるタイプのケーブルホルダーも買ってみたんですけれども、これシリコンで磁石をカバーしてる都合、磁力が弱くなりポロポロと落ちやすいんですよね。ちょっとケーブルを引っ張っただけでずれちゃうし、ごついケーブルだと重さや張り感に耐えられなかったりもする。そもそもこれネオジム磁石をシリコンで包んでるだけの商品ですからね。何よりよくわからないノーブランド商品ばかりであり、質が保証されてないくせに高額ってのが一番いただけない。この手のシリコン製品は経年劣化でベタベタにもなりがちですからね。巻き付けがダメなら引っ掛けろってことで、長尾製作所のケーブルホルダーも便利だと思っていっぱい買ってたんですけれども、ケーブルが太くなった今ではケーブルがかけられる本数も減っていまいち。使うとしてもサンダーボルトケーブルぐらいの太さには対応してないと困るし、太いケーブルに対応してるかというよりも、ケーブルホルダーと名の付く商品はケーブルという細いものが基準なので、むしろ使わない方がいいんじゃないかなという結論です。そもそも細い USB ケーブルって直接磁石でくっつくものも多いですからね。一昔前の USB-A ケーブル、マイクロ USB ケーブル、ライトニングケーブル。磁石に直接貼り付けたって良いし、私はマグネットパーとかにも貼り付けています。Apple Watch の充電ケーブルはそのままスチールボードにくっつきますからね。HDMI ケーブルやディスプレイポートケーブルも磁石にはくっつくんですけど、ケーブル自体が長くて重いのでなかなか使いどころは難しいと思います。そして残念ながら Type-C ケーブルは磁力でくっつきません。くっつかないのが多いです。磁石って鉄という素材にくっつくものなんですよね。磁石がマグネットであり、鉄がスチールということを知っていれば、この辺はうまく対応できるんじゃないかなと。片方が鉄ならもう一方に磁石を固定すれば良いし、どちらもスチール製品ならネオジム磁石を間に入れるだけで良いのです。スチール製品でないのであれば、スチールプレートを貼り付ければ良い。小さいものなら格安であり、大きいサイズが欲しいならおすすめなのがトタン板。トタンって鉄板に亜鉛をメッキしたもの。スチールプレートやスチールシートとして販売されているものよりも薄くて使い勝手も良いし、何より圧倒的に安いのです。私はデスク裏にトタン板を両面テープで貼り付けたり、ディアウォールで作った柱にトタン板をねじ固定したり、板に貼り付けてそのままスチールボードにしてみたり、見た目の丸さを補うためにリメイクシートを貼ってみたり、レザーをタッカーで固定してみたり。市販のスチールボードとかもちょっと布で覆うだけで雰囲気変わりますからね。IKEA のスチールボードに両面テープで貼り付けてるだけで、かれこれ10年近くは使ってるけど、ちょっと布地が伸びてるかなってぐらいで全然剥がれないから。スチールボードとして使うなら、スチールのパンチングボードもおすすめ。マグネット固定もできるし、パンチング用フックも使えるし、穴があるだけでフックも簡単に増やせる。GoPro のネジやモニターアームのネジをナットで留めてフックにしたり、適当なネジとナットさえあれば、わざわざマグネットフックやパンチングボード用フックを使うまでもないのです。パンチングボード自体は専用の石膏ボード用ピンでも壁面固定できるし、モニターアームで固定したりもできるって話はまた長くなりそうなんで別の機会に。ちなみにネオジム磁石は Amazon や中華サイトのアリエクスプレスやテムやシーンでも購入できますが、磁力も質もまちまちであり、どれも元をたどれば同じものだったりもするし、同じ商品でも購入時期が異なれば違う商品が届いたりもしちゃう。ある程度の質が保証され、実際に磁力を確認して購入できる100円ショップを利用した方が良いです。セリアとダイソーでは長く販売もされていますし、一応磁力強度を表すミリテスラという数値も記載されています。配線以外にも色々使えるんで大量に買っておきたいんですけれども、小さいお子さんがいる家庭では気をつけてください。はい、続いての配線アイテムはシルクピンや虫ピンといった細いピンです。穴を開けてはいけない賃貸住宅で、この細いピンっていうのが非常に便利。どこもかしこもケーブルを固定する場所を作ることができます。賃貸で画鋲を刺すって抵抗がある人は多いと思うのですが、石膏ボードピンや忍者ピンといった賃貸 OK を謳う商品ならついつい安心して使ってしまいますよね。壁に刺しても穴が目立たないぞっていう商品。じゃあ、これらのピンがどれくらい細いかって言ったら、
どれも意外とピンの直径は太いのです。シルクピン、虫ピン、待ち針、画鋲、石膏ボード用ピン。ピンと名の付く商品も様々あるのですが、この中で一番細いのがシルクピン。アパレルで使う通称シーチングピン。次いで待ち針と虫ピンが細く、石膏ボード用ピンと画鋲が同じくらいの太さでした。忍者ピンとホチキスは細いというより薄い。細い画鋲なんて商品も販売されてますけど、これは待ち針くらいの太さですね。100円ショップでも売ってました。賃貸で使われまくりの石膏ボード用ピンは思ってたよりも太いなという印象。画鋲くらいの太さがあるのになんでこれは目立たないのか。って言ったら、ピンを斜めに刺すことでピンの穴が目立たなくなるっていう仕組み。ピンは斜め45度に刺すことでピンの固定力も増すわけで、テレビを浮かせたりっていうミラクルも可能。じゃあもっと細いピンを斜めに刺せばもっと目立たなくなるんじゃないのってことで、私はシルクピンや虫ピン、待ち針を多用するようになったのです。ホチキスも細いんですけど、小さいとはいえ真横に刺すので穴も見えがち。短く真横に刺して強度も弱いから大量に必要になるのも嫌。私は壁美人は使わないんです。ごめんなさい。実際のところ石膏ボード用ピンも目立たないっていう割に目立つんですけど、斜めに刺したシルクピンはマジで見えない。撮影しててもどこに刺してたか判断つかなくて困っちゃう。しかも多少重いものならこの細いピンだけでも固定できますからね。配線だけでなく時計や写真フレーム、ONU とかもピンだけで固定したりもできるのです。これ無印の余った石膏ピン。ピンを1本刺せるだけでケーブルは自由にアレンジできるようになるってこと。ケーブルを引っ掛けたり、ケーブルが見えないように押さえたり、何もない壁にケーブルをふわっと置けるってのはすんごい便利。ケーブルを見せるにせよ見せないにせよ。ケーブルの流れを意の向くままに変えられれば、配線作業はぐっと楽になるのです。下に突っかかりがあれば、ケーブルの上からピンを刺すだけで配線は固定できるし、目の届かない場所なら別に何を刺したって良いとも思う。直接ピンでケーブルを固定せず、目玉クリップにピンを刺してケーブルを固定してみたり、ゼムクリップや安全ピンに刺してフックにしてみたり、これらも世界的に普及している古の文房具。どこでも安く手に入るってのがやっぱり最強だと思うのです。また、石膏ボード用ピンってネジの代用としても使えますからね。壁にネジが刺せれば棚も作りたい放題。配線棚があれば配線は苦労しないというのは先ほど申し上げた通りです。ちなみに賃貸住宅って画鋲で穴開けたらまずいってイメージがあるのですけど、普通に使っていれば多少なりとも傷つくのは仕方ないこと。壁に画鋲を刺すことも普通に生活していればあり得ることとして考えられています。国土交通省が公表している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでも、部屋の傷や汚れのうち普通に生活していれば当然発生する傷や汚れの補修費用は大家さんが負担するって話。また壁紙の価値は6年で償却されるので、壁紙が汚れているかどうかに限らず6年住めば壁紙は無料で張り替えとなります。もちろん普通に生活していればって話なのですが、画鋲の穴くらいでそこまで修繕費用にビビる必要はないと言いたいのです。まあ私はあんまり普通ではないし、引っ越すたびに毎度お金は払うつもりでいるのですけど、壁紙の修繕費用って請求されたことはなくって、敷金も結構戻ってきますからね。それでも不安というなら、石膏ボード用の補修パテもあると安心です。これで穴を塞げるという安心感はプライスレス。これも100円ショップでも売ってるから。まあ私は持ってるだけで使ったことはないんですけどね。はい、続いての配線アイテムはマジックテープです。マジックテープって着脱が自由自在の面ファスナー。ケーブルをまとめたり束ねたり便利に使えるってのはすでにご存知の通りかと。マジックテープは100円均一でも売ってたりもしますが、これに限って言えばちょっとお金を出していいものを使った方が良いと思っています。100均のマジックテープであんまり質が良いのを見たことがないんですよね。右側が100円均一のマジックテープ。毛足が長く見た目が悪いってだけでなく固定力も弱いしケバケバしているのでホコリもつきやすい。私はノーブランド品とかオフィス用品の3話サプライとかも使ってきましたけど、今愛用してるのはトラスコ中山のマジックテープですね。安くて質が高いし、ロールタイプは好きな長さにカットできるのも良い。マジックテープってループ穴が開いてるタイプも多いのですが、このビラビラの部分はない方が使いやすい。切ってしまった方が見た目も使い勝手も良くなります。ケーブル付属のマジックテープもちょっと微妙なものが多いからカットした方が使いやすくなるし、質がいまいちなら処分する勇気も必要。レザータイプのバンドとかシリコンタイプのバンドも私なら使いません。そしてマジックテープさえあれば他のケーブルをまとめる系のアイテムは大体代用できるようにもなります。ぐるぐる巻きつけたりしたら取り外しも大変。
配線作業はやり直しも多いので、ガチガチに固定することで使いづらくなるってのはもう何度も言ってること。マジックテープなら取り外しも簡単だし、そもそも数箇所固定するだけで配線なんてものはまとまりますからね。ケーブルクリップとかも便利なようでしっかり固定もできないし、結局色々使うことで見た目もぐちゃぐちゃになって悪くなっちゃうので、万能なマジックテープ一つに絞った方が良いとも思うのでした。はい、続いての配線アイテムはケーブルスリーブです。マジックテープとは同じ束ねる系のアイテムなんですが、別の角度で使いやすいのがケーブルスリーブ。私はケーブル同士は束ねないと言いましたが、ケーブル同士を束ねることで配線が楽になるなら話は別。一本に束ねることでちょっとした隙間や引っかかりで綺麗に収まるようにもなる。ケーブルスリーブはケーブルを覆う範囲が広いので、より一体感があり剛腕性も高くなる。3本の矢は容易に折れない。これは毛利元就さんに教えてもらったこと。ケーブル同士が支え合うことでケーブルが反り立ってビンビンになるのです。ケーブルがふにゃっと垂れ下がりづらくなれば少ないポイントで固定できるようにもなるし、もちろんケーブル自体の見た目が良くなるってのもあるでしょう。マジックテープでも似たようなことはできるんですが、ぐねぐねしたケーブルたちをまっすぐにするには束ねる場所も多くなってしまうし、マジックテープは点で束ねる都合、配線も動きづらくなってしまうんですよね。面による程よい高速力で束ねたケーブルも調整しやすいのがケーブルスリーブなのです。包むだけで固定できて引っ張るだけで取れるってのも良いところ。具体的なケーブルスリーブの使い方としては全部丸ごと包みがちなんですが、覆う範囲が広くなるほどに包むのが大変になり、その分コストもかさんでしまいます。私が使うのはちょっとした一部分、10センチから長くても20センチくらいですかね。ケーブルがばらける部分とか、ちょっと見えてしまう部分、より広く束ねたい部分に使うようにしています。その方が安いしやり直しもしやすい。1本買ってバシバシカットすれば良いんだけど、カットする際は熱処理も忘れないでね。ちなみに似たようなアイテムで熱収縮チューブもありますが、これは配線には不向きです。どちらかといえば USB ケーブルを保護したり、絶縁性や耐久性を高めるために使うもの。使うとしてもワイヤーレベルの細いケーブルをまとめるくらい。自作 PC とかですね。見た目という点でケーブルをカバーするフラットモールもありますが、あれって思った以上に使いづらくて融通も効きません。モール内のスペースが狭く、特に我々が使うような太めのガジェットケーブルには向いていない。ケーブルモールを壁面に固定するにも強力な粘着力が必要であり、両面テープで固定すれば壁紙は剥がれてしまうし、かといってマスキングテープを下に貼って保護してしまえば、今度は粘着力が弱くなり、ケーブルモール自体が落ちるという。ケーブルが太くなるほどにモールへの負荷も大きくなり、落ちやすくもなっちゃうから。見た目を良くするために長さ調節のためにカットも必要だし、角の仕立ても面倒ですからね。賃貸で使うならこれは床に設置するくらいですかね。足に引っかかってしまう場所とか踏んでも大丈夫なように使うとか。まあ私に限って言えば足に引っかかるような配線はもうしないので、もうこれからは使うことはないでしょう。細いケーブルを這わせるなら直接マスキングテープで配線を覆うという方法もありますからね。5センチ幅に10センチ幅の幅広テープもあるし、賃貸の壁紙は白ばかり、ガジェットは黒ばかり。何かと白や黒のマステは使えるから持っておくに越したことはない。いろんな場所に付箋代わりにペタペタと使ったりもできる。引き出しや書類ファイル、ハードディスクや SSD の中身もよくわからなくなるのが私。ケーブル整理だけでなくデータ管理にもマスキングテープ。データも書類も多くなるほどにマジでわからなくなりますから。はい、続いての配線アイテムは両面テープです。両面テープの種類は様々。100円均一でもたくさんの種類が売ってますが、特におすすめなのが跡が残らないという透明な両面テープ。通称魔法のテープ。今では類似品も多く売ってますし、もちろん100円ショップでも売ってて質もこれで十分です。いろんなとこにベタベタテープを貼るのは抵抗があるんだけど、綺麗に剥がせるなら話は別。クッション性も高いので、表面がデコボコした素材でもしっかりくっついてくれます。テープも磁石も引っ張る力には強いのですが、横方向の力には弱いので、思ってる以上に強力な力でくっつけた方が良い。普通の両面テープだと気づいた頃には落っこちてるし、魔法のテープも落ちる可能性はなきにしもあらず。できることならなるべく広範囲に貼り付けておきましょう。また、剥がせる両面テープは、防振粘着マットのように位置を固定するのにも使えます。動いたら嫌なものをほんのちょっと固定するだけで、見た目もキープできるし、USB 充電器ならケーブルの抜き差しもより楽になる。以前はひっつき虫という粘着アイテムも使ってたりもしたんですが、魔法のテープの方が粘着力も高くて貼り付けやすいので、今では使わなくなりました。まあやっぱり安い方が気軽に使えますからね。
魔法のテープの注意点としては、通常の両面テープに比べぐにゃぐにゃしているので、カットするのが難しく、テープ自体も分厚いのでどうしても厚みが出てしまいます。洗って繰り返し使えるようなことも謳ってますが、一度使えば劣化するし、正直何度も繰り返し使うものではありません。そして壁紙にも利用してはダメ。粘着力が非常に強力なので壁紙も剥がれがち。薄くて目立ちづらいのは普通の両面テープなので、この辺は臨機応変に使い分けて。特に 3M の多用途超強力テープは薄くて強力だから、スチールプレートをくっつけたり、ネオジム磁石をくっつけたり、薄いもの、小さいものをくっつけるなら、こっちの方が目立たなくて良いんじゃないかなと。マグネットテープなんかも売ってますが、あれって磁力も粘着力も弱いので、だったら自分で用意した両面テープでネオジム磁石をくっつけた方が良い。マグネット機能付きの製品って、本当マグネットテープをくっつけただけってものも多いですからね。マグネット部分が剥がれちゃって自分で用意した両面テープで貼り直すってことも何度もやってますので、両面テープを用意して適当にくっつけたら良いんです。ちなみにテープって剥がすとペタペタ跡が残りがちなんですけど、この粘着物はエタノールで綺麗に落とせますからね。ガジェットを使うならエタノールも常備しておくべき。掃除用品としても使えるし、調整すれば消毒用エタノールとしても使える。あと、両面テープを含む粘着テープって高温に弱いので、熱を発する機器にはあんまり使用しない方が良いです。粘着力が低下して落ちるだけでなく、粘着剤が溶け出してベタベタになることもあるのでした。はい、最後の配線アイテムは電源タップです。配線において最重要なのが電源。というわけで、この電源タップの選び方について、電源タップって星の数ほどあり、その設置方法も様々。サンド型、クリップ固定、マグネット固定、ネジ固定。私も数えきれないほどの電源タップを購入してきたのですけど、その中で一つ選ぶとすれば、マグネットタイプの電源タップです。電源タップはマグネット固定できるだけで簡単に浮かせられるようになる。基本的にネジ固定にも対応しているので、鉄から木材からほんとどこでも浮かせて設置できるようになります。また、差し込み口は多い方が良く、1面よりも2面の10個口のものが良い。差し込み口が多くなっても値段やサイズは大差ないし、差し込み口が2面になることで配線方向も揃えやすくなる。電源タップの中には回転できたりどこでも差したり3面だったり分岐型の電源タップもあるのですが、差し込み口が多ければこういった変化球タイプの電源タップは不要なのです。先ほどの L 字タップを使ったり、なんなら一つ間隔を空ければ良い。電源タップの形状が異なる方がむしろ使いづらいのです。差し込み口が常に開いていることで電源が足りなくなることも避けられるし、この差し込み口はホコリシャッター付きも当たり前。すべて埋め尽くさなくともトラッキング火災は防げるのです。マグネットタイプの注意点としては、この磁力がメーカーによって異なること。磁力が弱いものはケーブルの重さでずれたり落ちたりもしてしまいますので、使うべきは磁力が強い電源タップ。ネオジムマグネットを使っているもの。となるとエレコムか三和サプライの2択となるのですが、個人的にはエレコムのデザインの方が好きであり、先にこのタイプの電源タップを発売したのもエレコムだったかと。どちらのメーカーも我が家には多いので、正直好みで選べば良いと思います。スチールタイプの電源タップも使ってますが、これ作業場とかで使うやつなので、本体もごつめで結構重量もあって、家で使うには使い勝手は悪いです。ケーブルもごついので配線するのも一苦労。そして値段も高額なんで気をつけて。どちらかというと見た目重視の電源。マグネットはついてないけど、本体はスチールなので、ネオジム磁石を挟むだけでがっちり固定はできます。そして個人的にあんまり使いたくないなと思うのが USB 給電一体型の電源タップ。USB デバイスとコンセントデバイスは置く場所も異なるし、USB 一体型のため電源タップよりも高額になってたりもする。最大の難点はやっぱり USB パワーデリバリー。コンセント規格は今後も変わらないけど、USB 規格はコロコロ変わるはず。基本的に一体型って故障リスクも高いので、私なら選ばないって話ですね。USB アダプターは頻繁に買い替えるけど、電源タップは買い替えない。そういうこと。あと、電源タップを使う上で知っておくべきは火災リスク。消費電力が高いほどに電源タップは熱を持つのですけど、デスク周りで使う分にはあんまり気にする必要はありません。急速充電を謳う USB 充電器も 30W から 100W ぐらい。パソコンの消費電力も意外と低いし、電力消費が多いのも GPU を使う時ぐらい。ゲーミング PC もゲームをやってる時だけ消費電力が高くなりますからね。電力の使いすぎで気をつけるべきはドライヤー、電気ポット、電子レンジといった発熱機器を使うとき。デスク周りだと暖房器具、電気毛布やホットカーペット、あとはスチーム式の加湿器とかですね。あんまり消費電力が高くなると発熱しがちなので電力分散もした方が良いし、なんなら電源タップでは使わない方が良い。
電源タップの火災でタコ足配線がダメなのはご存知かと思いますが、何がダメなのかって言ったら、この電力容量オーバーと、あとは接触不良が起こりやすくなるから。電源タップによる火災での一番の原因は、埃による意図しない電気の流れで起こるショート、いわゆるトラッキング火災。というわけで、電源タップを掃除することが何よりも重要なのです。だからこそ配線整理が必要だよって言ってるわけだし、配線整理ができているなら配線掃除も非常に楽。定期的にブロワーで一瞬で埃を吹っ飛ばすってのが一番簡単な方法。上の埃を床に落として下はロボット掃除機に任せる。これがオフィスで一番簡単な掃除方法だと思っています。風で飛ばない埃まで綺麗にしたいなら、はたきやブラシといったサスティナブルな掃除用品を使う。私が愛用しているのがオーストリッチのフェザーダスター。細かい隙間にはエアコン用のブラシとか、頑固な埃には無印良品の背中ゴシゴシするやつとかも使ってる。クイックルワイパーハンディはすぐ埃だらけになるし、金もかかってしょうがないからもう使うのをやめた。デスク周りの細かい埃は缶タイプのダストブロワーはケチりがち。充電式のエアダスターにすれば気軽に掃除もできるようになって結果的にも安上がり。ブロワーは広範囲、エアダスターは細かい場所も強力に吹き飛ばす。似ているようで用途は違うし、バッテリーは共有できるので、両方所持したいんだけどどちらか一つなら私はブロワーを選びます。ただ、この吹き飛ばす掃除は生活スペースと仕事場を完全に区別してないと危険です。一般家庭のリビングでやっちゃうと家族が口聞いてくれなくなりますので気をつけてください。はい、ここまで配線について色々と話してきましたが、じゃあ実際お前はどんな配線してんだってことで最後に我が家の配線事例をご紹介。PC デスクと撮影デスクとテレビ周りとルーター周りで先ほどの配線グッズを具体的にどう使ってるのかって話ですね。あんまり細かく説明するとデスクツアーをやる羽目になるし、さすがに私も疲れてきたんでさっくりと。まずはオフィスのメインデスク、Windows デスクの配線です。デスク裏にパソコンを固定してパソコンを浮かせて 4K ディスプレイ3枚をモニターアームで固定。右側のアイアンパンチングボードもモニターアームで固定しています。パンチングボードには優先順位の高い USB ケーブルを陳列。短い Type-C ケーブル、巻き取り式の USB ケーブル、あとは USB 変換アダプタですね。USB-A やマイクロ USB は変換アダプタで対応できるので排除しています。パンチングボードの上にはこちらも一群の USB 充電器。パワーデリバリーの電圧ネゴシエーションって仕組みがあんまり好きじゃないっていうのは先ほど申し上げた通り、基本的にシングルポートタイプを愛用して使ってます。このパンチングボードの後ろ側には電源タップをマグネット固定。そこから伸びる USB アダプタに両面テープでスチールプレートを取り付け、ネオジム磁石でパンチングボードに固定。USB ポートが手前側に来るように設置して、ケーブルも抜き差ししやすくしています。巻き取り式の USB ケーブルにもスチールプレートを取り付け、両面マグネットで固定。ケーブルにもマグネット式アダプタを取り付けているので、引っ張って近くに寄せるだけでスマホを充電できるようにしています。巻き取り式なので充電後も引っ張るだけでケーブルが戻るという仕組み。このスマホ Google Pixel はマグセーフ対応ケースを使っているので、マグセーフ固定やマグセーフ充電も可能にしています。デスク下に配線棚は作っておらず、配線の仕組みはシンプル。デスク下はダブルクリップとネオジム磁石で数箇所固定しているだけ。デスク裏側方向に配線が向くように電源タップも固定することで、特に束ねずとも太いケーブルたちは勝手に後ろ側に流れる仕組み。デスク裏には照明もあるのですが、このスイッチもフィリップヒューで無線化。デスクから出るケーブルはこのデスク裏の電源タップ一つに集約し、スタンディングしてもケーブルが引っかからないように壁面のコンセントまで浮かせています。すべて磁石とダブルクリップですね。これはヘッドフォン用のフックだったかな。念のためデスク昇降時にケーブルが引っかからないように設置してみたんですけど、別になくても良いとは思う。これもマグネット固定。このデスク、ダイニングテーブルの天板を再利用しているので、奥行き85センチって広くって、ディスプレイ裏にケーブルを置くスペースがあるんですよね。デスク裏もディスプレイで隠れてしまうので、あんまり束ねなくても良いかなと。ディスプレイの配線もモニターアームでストレスなく稼働したいのでギチギチには配線せず、アームのケーブル収納も使ってません。はい、別に面倒だからってわけじゃないですよ。あえての剥き出し。はい、続いて2つ目のデスク。こちらは Mac 専用のデスクです。こちらもスタンディングデスクであり、デスク裏にパソコン固定して浮かせるのは一緒。5K、2K のウルトラワイドを1枚で運用してるんですけれども、気分でモバイルモニターをつけたり外したり、iPad mini にも出力したり、どちらも簡単に着脱できるようにマグセーフリングで固定しています。
モバイルモニターは USB ケーブル1本で iPad は無線で Mac から出力できるし iPad はユニバーサルコントロールで操作もできますからね。両サイドのパッシブスピーカーはモニターアームで台を作って設置。その手前にあるスチールボードもモニターアームで固定しています。左側のスチールボードは主にマグセーフ固定ラックとして使用しており、裏に電源タップを貼って剥がせる両面テープで固定。そこから伸びる USB ケーブルで iPad と iPhone を充電。iPad は CIO のマグネット式着脱ケーブル。iPhone は L 字のライトニングケーブル。本当はマグネット着脱で統一したかったんですけど、この iPhone はお風呂でも使うのでマグネット式ケーブルは使わず、普段はストリームデック用として使っています。お風呂やストリームデックではメインのスマホは使いたくないので、使わなくなった片落ちスマホを使っています。iPhone 8 Plus は薄くて防水で画面も大きくて最高。本当はこのサイズくらいで使い続けたいんだけどね。右側のスチールボードはよく使う一群アイテムを置くスペース。メインスマホはこちらで充電できるようにもしています。本来は台座があったマグセーフ充電器スタンドを解体して、スチールボードにマグネットを固定、裏側にマグセーフプレートを貼り付けて、Apple Watch と iPhone をここで充電できるようにしています。マグセーフ対応の AirPods Pro も充電できるし、AirPods Pro はスチールボードにもそのまま貼り付きます。一番よく使う Galaxy Ultra もマグセーフケースを使っているので、無線で充電もできるのですが、どちらかというと有線で充電したいので、デスク右側に巻き取り式の USB ケーブルを取り付けて充電できるようにしています。マグセーフホルダー同士を両面テープでくっつけた両面磁石に巻き取り式の USB ケーブル同士を両面テープでくっつけたものを固定。USB 電源はもちろんマグネットで固定。電源タップももちろんマグネットです。このデスクの右側スペースはカメラやモバイルバッテリー等の充電にもよく使うので、同時に充電できるように USB ケーブルを1本余分に設置。有線は2本あれば大体こと足りる。デスク裏側の配線は Mac スピーカーディスプレイと一旦左側のキーボードトレイへ集約し、この平たいトレイの上で分かりやすい流れを作り、右側の卓上ラックで立体的に配線できるようにしています。下に電源を置いて上にケーブルをまとめて入れるみたいな。デスクの裏の照明はもちろんフィリップヒュー。キーボードトレイは引き出せば見えますし、ラックも斜め上から見える感じ。トレイにドッキングステーションを置けば Mac のケーブルが足りなくなることもないんですが、Mac には直接取り付けてる SSD も多いので、本体周りにマグネットで吊り下げたり、両面テープで直接固定したり、マグネットトレイに置いたり、撮影用のスマホホルダーに SSD を挟ませてクリップ固定したりもしています。SSD と同時によく使うサンダーボルトケーブル。これもデスク脇のマグネットバーにアイアンホルダーをくっつけて吊り下げてます。長尾製作所のホルダーを使ってますが、そのまま垂れ下がると床についてしまうので、ぐわっと上側に持ってきて固定。正直これじゃなくて良い。そしてこちらのデスクからも出るケーブルは電源ケーブル1本のみ。スタンディングデスクなのでブチ切れないように緩みを持って、かといって床にはつかないようにダブルクリップで道筋を作っています。はい、続いて撮影デスクの配線です。こちらのデスクもスタンディングデスクなのですが、撮影機材やパソコンは壁面固定のアイランドスタイル。工具類も壁面にすべて設置しているので、パソコンデスクというよりは撮影デスク兼作業用デスクですね。壁面側の機材の電源は壁面に沿わせており、壁面ラックと壁面ボードに電源タップを磁石で固定。電源を差しやすい位置に持ってくることで、電源ステーションとしても使えるようにしています。壁面にはゲーミング PC だけでなく NAS サーバーも置いているので、撮影したデータをそのままパソコンに取り込んでサーバーへコピーしたり、他のパソコンからこのパソコンをリモート操作したり、自宅のリビングテレビからストリーミングゲームプレイもできるようにしています。パソコン自体をリモート化することで無線化もはかどりますからね。無線化でこだわるべきは Wi-Fi ルーターってわけです。こちらの照明もフィリップヒューを使っており、撮影照明はコンセントで電源を切り替えているので、スイッチポットを使っています。配線のポイントとしては、左右の電源タップのカラーを合わせてケーブルの色を揃え、その向きも L 字タップで揃えたこと。これにより、ただ挿すだけでだいぶスッキリ見えるようになったかなと。壁面の電子機器は数も非常に多くて移動や入れ替えも激しいので、あえて束ねず後ろ側に持っていくだけという方法。正直束ねるのが大変だし、後ろ側なら多少ぐちゃぐちゃしてても許してくれるのではないかなと。この辺は機材もごちゃごちゃしてるので、ケーブルがごちゃごちゃしててもそれは一つのデザイン。配線カモフラージュというやり方、知らんけど。こちらのスタンディングデスクはよく動かす都合、デスクの裏にポータブル電源を設置し、デスクから出る配線もなくしています。
キャスターデスクってどうしても配線を踏んでしまいますし、このケーブルをなくすことでどこにでも行ける昇降デスクも出来上がるというミラクル。撮影デスクは横だけでなく縦にも動かせた方がいいですからね。ポータブル電源ということで懸念するのがバッテリー容量なんですけれども、パソコンもガジェットもそんなに電力使わないというのは先ほど申し上げた通り、スタンディングデスクだけならもっと使いません。ポータブル電源の充電も1週間に1回くらいの充電で十分に使えるのです。スタンディングデスクが電力を使うのって昇降する時だけであり、特に上がる方に使います。上げる方で 50W 程度であり、しかも数秒間ですからね。私が使っているのは容量少なめの 500Wh のポータブル電源ですが、500Wh は 500W の電力を1時間使えるってこと。50W なら10時間も使える計算。あくまで理論値ですけどね。この撮影デスクは先ほどのパソコンデスク2台の反対側に設置しているので、そのまま移動することでこの字型デスクのようにも使える。ポータブル電源を積むことでこのデスク自体も充電ステーションになるのでした。はい、続いて自宅のリビングデスクの配線です。自宅では Mac mini と MacBook を使ってるんですけれども、リビングで据え置きで使っているのは Mac mini。パソコンはスタンドバー、ディスプレイはディアウォールで壁面固定し、デスクの上には無線の入力デバイスのみという分離スタイル。こちらもデスク足にキャスターをつけることで別の場所でもデスクだけ使えるようにしています。デスク側には有線機器は一切置いてないので、配線するのは壁面のパソコンラックのみ。ディスプレイとパソコンはモニターアームで固定し、そこから垂れるケーブルを下段ラックに集約。配線同士は束ねず、こちらもディスプレイで隠れる仕組み。配線するときはデスクが動かせるので、配線の変更も楽なのです。以前はデスクの裏にキーボード台を取り付けてたんですけど、これだとデスクが分離できなくて使い勝手が悪かったんで、壁面側に配線ラックを取り付けた次第です。この棚は棚受けレールを使っているので、高さ調節も可能。配線はディスプレイを起点として上下に分岐しているので、要所要所で束ねて見えない位置で固定しています。照明はもちろんフィリップヒュー。壁面ラックまでのケーブルは右上から1本、左下から1本。壁面を這わせてちょっと支える程度にピン打ちしています。このデスクで使う USB ケーブルはデスク脇にあるルーター用の配線ラックにアイアンバーを設置してそこに吊り下げています。吊り下げるケーブルは壁紙と同じ白で統一することで目立ちづらくといった感じでしょうか。アイアンバーは鉄素材なのでデスクフレームに磁石固定しても良いですね。デスク左側にはプリンターとスキャナー、あとは充電用の電源タップ。どちらも無線接続なので別の場所に移動も可能。デスク裏には MacBook を置くスペースもあるのでこっそり充電できるようにもしています。デスク裏とデスク脇のアイアンバーはセリアで購入したのでどれも1本100円です。壁面ラックの上段にも電源があり USB 充電器やホームポットミニの電源はこちらから取っています。ディスプレイはスピーカー内蔵してるんですけれども AirPlay を使って音もホームポットから出力できるように。MacBook で作業するときもこっから音楽流しがち。iPad は棚に固定したポールにマグセーフをクランプ固定しており、充電はマグテイムのマグネットアダプターを使ってマグネット充電。私はマグテイムも CIO も使っているのですが、マグネットケーブルならマグテイムの方がバリエーションが豊富で使いやすいかなと。アダプターだけで使用可能で L 字と直線も選べるのも良い。マグテームは中華ブランドだけどグローバル展開しており欧米でも評価がある。CIO は日本ブランドなんだけど日本人しか使ってるのを見たことないんですよね。正直どちらもアンカーに比べれば知名度も歴史も浅いので似たような商品がアンカーであれば私はそっちを優先したい。もちろん同じ値段ならね。ちなみにマグテームの看板商品マグネティックケーブルは CIO でもスパイラルケーブルとして登場しています。ただこの手のマグネットタイプのケーブルってマグネットの都合重くてケーブルも硬いので使い勝手も悪いし思ったよりもかさばります。綺麗にまとまるのは良いんですけれどもどちらかというと見た目重視のケーブル。これだったら巻き取り式の方がっていうのはあくまで個人の感想です。はい、続いて先ほどのリビングデスクの脇にあるルーター周りの配線です。ルーターのラックはラブリコのシェルフフレーム。以前はディアウォールで固定していたんですけれども、直接石膏ピンで固定するように変更しました。フレームを固定したらカットした1x材、1x6を置くだけ。
一番上の棚だけ横のパソコンラックに合わせて 2x 材の 2x10 を使用しています。配線難易度の高い ONU は細いピンで壁掛け固定し、光ケーブルは細いピンで流れを作りながら壁面へ差し込み、電源と LAN ケーブルは配線ラックへ、モジュラーケーブルは PC ラックの上部へ、電話機はデスクにないと使いづらいですからね。配線ラックの上部には Wi-Fi ルーターを置き、IoT 機器もこちらに集約。あとはひたすら配線の流れを考えながらまとめるという感じです。配線の中で一番難易度が高いのがこの通信機器周りですね。光ケーブル、LAN ケーブル、モジュラーケーブル、電源ケーブルと様々なケーブルが錯綜しており、どれも無線化できませんからね。何が何のケーブルか理解してないとうまくも配線できませんし、私も何度もやり直して今の形になっているのでした。はい、最後にリビングテレビの配線です。テレビはラブリコの浮かせる家具で壁面固定し、上下の棚はスタンドバーで壁面固定しています。横の板は 2x 材の 2x4 を利用。ディアウォールからスタンドバーに変更して 2x4 も大量に余ったのでそれを活用しています。電源は上段に2つの電源タップ、下段に1つの電源タップ。上段は左上から取るようにし、下段は右下から取るようにしています。テレビに接続するのは Fire TV と Apple TV と Switch と Steam Deck。すべて上段の棚に置き、すべてのケーブルを同じ左方向にはわしつつ、ケーブルが見えないように要所要所をピンで支えています。これら接続機器の電源ケーブルは上段へ、HDMI ケーブルはテレビのある下の方へ。分岐して見える場所だけしっかり束ねて見えないところはそのまま放置。テレビ右下の電源からはテレビの電源とテレビ裏ライトの電源。毎度おなじみフィリップヒュー。これらの電源は Google Nest Hub Max の後ろにうまく隠れればよかったんですけど、ちょっとチラ見えするのでまとめています。ケーブルも背面も白いので、あえてケーブルスリーブは使わず、白いマジックテープでまとめました。で、テレビはここに置いてるんですけれども、アンテナ端子はここにありません。賃貸あるあるですね。ですので、アンテナ線は隣の部屋から引っ張ってるんですけれども、テレビの脇のこれまた浮かせたホワイトボードの後ろを這わせてほぼ見えないようにしています。テレビのスピーカーは有線接続すると配線が大変なことになるので、Fire TV とエコーを使ってこれも無線化。最新の Fire TV は ARC にも対応しているので、テレビの音もエコーから出せる。これが Alexa ホームシアターってやつ。無線化できて音も良くなり一石二鳥。Amazon のエコーを Alexa って使うだけではもったいないですよって話は以前の動画でも詳しく解説しているので、よろしければそちらもご覧ください。はい、最後にまとめです。配線整理するための配線グッズって星の数ほどあるんですけれども、実際のところそれらは整理しないまま隠すのが目的。便利に使えるのかってのはまた別の話なのですよね。使いやすく配線するなら配線は隠さない方が良いし、ケーブルを固定したいなら別に配線グッズにこだわる必要もない。配線グッズを使うなって言いたいわけではなくて、配線グッズを使う前に身の回りにあるもので代用してなんなら配線スキルを上げておく。その方が無駄な出費も避けられるし、配線グッズもより効果的に使えるんじゃないかなと。配線グッズって配線を理解せず買っても苦しむだけ。その仕組みが分かってしまえば、配線用にリパッケージされた商品だとも気づく。本来は別の用途で使うもの。ちょっと視点を変えるだけで便利に使えるって配線だけでもないですからね。お尻拭きをウェットティッシュとして使ったり、メガネ拭きをキムワイプ代わりに使ったり、ダイニングテーブルを PC デスクとして使ったり、専用商品よりも格安でより便利に使えることも多いし、ちょっとの工夫で生まれ変わる商品も多いのですから。ダブルクリップやシルクピンを配線で使ってる人ってあんまり見たこともないと思うし、こういったことに気づいた瞬間って非常にワクワクもしませんか？なんでそれそんなとこで使ってんのって文房具なのって面白いじゃないですか。そんな面白い配線、他にも良い配線アイデアがあればマジで試したいと思いますので、どしどしコメントで教えていただけると嬉しいのです。本当配線ってお金かけたらキリもないですからね。なるべくお金をかけず、なるべく意味のある配線を目指して、今後も日々精進できれば幸いです。というわけで今回はこの辺で、おしまい。